夏の暑さが過ぎ去っていき、キノコの季節がやってきましたね。当たりのキノコは美味しい。でも外れのキノコを食べると大変なことになってしまう。定期的に毒キノコのニュースが流れるくらい人々を魅了するキノコ。今日は外れたら大変なことになるギャンブルタケの当たりの確率を調べてみました。検証方法を説明します。事前に25個ギャンブルタケを集めておき、27回新小橋へ向かいます。生で食べる場合は右側に進んで食べます。焼いて食べる場合は左側に進みます。少し進むと火のドラム缶があるので、ここで焼いて食べます。そして食べ終わったらゲームを終了し、キルコインで救助します。この流れでギャンブルタケ25個を何度も使い回して検証していきます。同じキノコを使い回しても結果は固定ではないので、食べた時に当たりかどうか判定してるみたいですね。今回検証する条件はこんな感じです。1人目は運の良さこそ全て。運が良ければ人生ハッピー。ラック130のラッキースターです。そして生と焼きの組み合わせで2パターンです。2人目は運はないけど力はある。ライフはなくても力はある。最近はこいつしか使っていません。ラック53のアタッカーです。先ほどと同じく生と焼きの組み合わせで2パターンです。そして最後に生と火の発見の組み合わせです。火の発見は食べる時に自動で焼いてくれるデカールですね。なぜこの組み合わせを試したのかは最後に話します。この5パターンそれぞれで500回ずつ食べていきます。ラッキースターはギャンブルに強いのか、焼いたらどんだけ確率が上がるのか、それでは試していきましょう。ちょっと長いので7倍速です。食べ終わりました。生で食べると 48.4% でした。次は焼いて食べてみましょう。焼きの実力はいかに。焼くと 55.4% でした。7% ほど上がってますが微妙な差ですね。それではアタッカーで試してみましょう。ラッキースターに追いつけ追い越せ。運は力でねじ伏せろ。生は 48.8% でした。ラッキースターは 48.4% だったので若干勝ちましたね。次は焼きです。焼いたら 80% くらいは当たってほしいですよね。焼いたら 55.2% でした。ラッキースターよりも 0.2% 低いですが誤差の範囲ですね。最後は火の発見です。予想ではここで何かが起こるはず。
果は 56% で焼いた時と変わりませんね。まとめるとこんな結果でした。生で食べると約 48% で大当たり、焼いた場合は約 55% で大当たりでした。そしてラックは確率に関係ありませんでしたね。ギャンブルはみんな平等ってことですね。最後に今回なぜ火の発見を検証したのかお話しします。実は2023年の1月2日と3日に同じ検証をしていたのです。試行回数は100回でしたが、アタッカーはなぜか生も焼きも 53% だったのです。焼いても確率が上がらないのかと思ってラッキースターで試してみると、今度はちゃんと確率が変わったんですよね。ミスったかと思ってもう一度アタッカーで試してみると、やっぱり焼いても変化なかったんですよね。ここまでは1回で試してたので、試しに19回に移動してみてもあまり変化ありませんでしたね。試行回数が少ないとはいえ、ここまで生と焼きの差が出ないのは何かありそうですよね。おそらく焼いたかどうかのロジックがバグってるんじゃないかと思い、目をつけたのが火の発見です。こちらが2023年1月3日に火の発見を試した映像です。今とは持ってるものが違いますね。時の流れを感じますね。新年ということでお友達に集まってもらってみんなで検証です。この時は編集を楽にするために Excel のウィンドウの一部を合成して録画してましたね。なんと当たり率 63% でした。念のためもう100回試してみたんですが、同じく 63% でしたね。合計で200回試しているので、確率が上振れたとしてもちょっと上振れしすぎかなって感じですよね。当時はここから条件を整理して、さらに試行回数を増やして、ギャンブルなだけに不正があるのかみたいな動画を作ろうと思ってたんですよね。でも思ってしまったんですよね。ここまで2日かかってるのに、試行回数を増やしたら何日かかるんだろうか。5パターン ×500 回だとカット編集だけで2500箇所か。そもそもギャンブルだけほぼ食べないしなと。そろそろ決着をつけようと撮影に入ったのが2025年9月末ですね。ギリギリ2年経たずに片付けられました。そして試してみると、先ほどご覧いただいた通り結果が違うんですよね。2023年だとアタッカーだと生も焼きも確率が同じ。そして火の発見をつけると確率アップ。これは一体どういうことなんでしょうか。リリースノートを見ても関係ありそうなバグ修正情報がないのでよく分かりませんね。もしかしたら関係してるかなと思っているのは、今年の5月末にネオミルクとともに実装された化学調味料 M デカールです。これはバルミートを食べた時に他のキノコの効果も発動させるものなので、火の発見と似てるんですよね。このデカールと火の発見を同時に装備した場合や、火の発見のみ装備した場合にデグレードしてないかテストしているはずなので、何かあればこのタイミングで気づきそうなんですよね。実際のところどうなのかはスーパートリックゲームズのみぞ知るですね。謎は残りますが、2025年9月末時点ではこれが検証した結果です。キリのいい数字で考えると生で 50%、 焼きで 55% という感じでしょうか。個人的には 48%、55% 説もありかなと思います。生だと 48% でギリギリ2分の1も成功しないけど、焼くとラッキー 7% 増えて2分の1を超えた成功率になるみたいな。まあどうせなら 77% に上がってほしいところですが、まとめとしては焼ける場合は焼いて食べましょう。でもあんまり変わらないから食べれる時に食べようって感じですね。それでは来週もギャンブルしまくりましょう。